こんばんは。はるです。今回は TOTY 予想選手になります。今回もですね、多くの予想選手たちを紹介していきたいと思います。今作の TOT はですね、女子選手もいるということになってますので、男女ともにですね、予想選手を見ていければなと思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは男子選手からいきたいなと思います。1枚目はこちらになります。ゴールキーパーが手足低減。そして4人のディフェンダー、トレント・アレクサンダー・アーノルド、ファンダイク、ルーベン・ディアス、テオ・エルナンデス。そして中盤3枚がデブライネ、ロドリ、ベリンガム。そして前線3枚がメッシ、ハーランド、エンバペと。1年間活躍したというふうな、確実な明確な基準があるので、こいつはさすがに選ばれるやろうっていう選手は何人かいるんじゃないかなというふうには思いますね。その中ではこの方はこの11名を、予想として選ばれたというふうなことですね。そして続いてはこちらになります。こちらもですね、ゴールキーパーが手足低減。そして4人のディフェンダーはですね、フリンポン、ファンダイク、ルーベン・ディアス、テオ・エルナンデスと。そして中盤3枚がですね、デブライネ、ロドリ、ベリンガム。そして前線3枚がケイン、ハーランド、エンバペと。先ほどの方とは少し違うところで、フリンポンですね、トレントの代わりにフリンポン。で、メッシの代わりにケインと。いう風な感じですね。で、12人目として予想されているのがサラーという風なことになってます。やっぱり個人的にここを見ても中盤3人、デブライネとかロドリとかベリンガムっていうのは結構可能性高いのかなと思いますし、前線で言えばエンバペとかハーランドも可能性高いんちゃうかなというふうには思いますね。で、12人目は正直ね、誰が選ばれてもね、もうおかしくはないみたいな感じにはなってくるかと思いますし、サラーも正直このベスト11、11人の中に入ってきてもね、おかしくはない選手かと思いますので、かなりY のカードとして登場する可能性全然あるんじゃないかなと思いますね。あとフリンポンはね、どうですかね。個人的にはやっぱり、ブンデスの選手が、Y に選ばれるっていうことがね、過去作を見てもそこまでないので、そういう風な意味で、やっぱりレバークーゼンでね、非常に活躍は、してますし、もちろん来てほしい部分はあります。で、今シーズンに入ってもね、非常に活躍をしている選手なんで、来る可能性であるかと思いますけれども、ただこれまでの Y の選手たちを見てみると、ブンデス勢っていうのは少しね、少ない。あってもやっぱりバイエルンいっぱいとか、そういうような感じにはなってくるので、バイエルン以外でブンデスで選ばれたらめちゃくちゃ快挙かなというふうに思いますね。期待はすごくしてます。そして続いてはこちらになります。こちらもですね、ゴールキーパーは手足低減ということになってます。そして4人のディフェンダーとしてはストーンズ、そしてトレント・アレクサンダー・アーノルド、テオ・エルナンデス、ルーベン・ディアスと、こういうの4名になってます。そして中盤3枚がですね、ウーデゴール、ロドリ、ベリンガムと、そして前線3枚、メッシ、エンバペ、ハーランドと、この選手たちになってます。これまでと違う点は、ウーデゴールが新しく予想をされているというふうなこと、あとはストーンズも新しく予想されているというふうなことですね。デブライネかウーデゴールかっていうふうなところは、正直どっちが来ても、今年はおかしくないかなというふうには思いますね。ウーデゴールも十分可能性はあると思いますし、あとはファンダイクじゃなくて、ストーンズっていう風なことなんですけど、ストーンズも全然あると思います。むしろトレントじゃなくて、ストーンズとか、で、そこにはファンダイクとか、それもあるんかなって思ったりはしますね。で、この3枚、全部に入ってるのはやっぱり手足低減だったりとか、あとはトレント、そしてテオエルナンデス、ロドリ、あとはベリンガム、エンバペ、ハーランド、ここら辺の選手たちは、3枚すべてに入っているので、結構可能性は高いんじゃないかなというふうに思いますね。LB はなんかもうほぼ手を一強みたいな感じに今年もなりそうな、気はしますし、キーパーは手足低減、めちゃくちゃ多いですね。やっぱりリーグ優勝したっていうのも手足低減のおかげかと思いますし、その中でやっぱ今作というか、テアの強い、カードっていうのは来るのかなというふうに思いますね。で、ロドリは多分選ばれたら初めての Y 選手になるんじゃないかな。過去作で選ばれたこと多分ないと思うんで、
その中でやっぱロドリ今作序盤はね金のカード意外とやれるやん。でもやっぱペースがだんだん遅くなってきたねっていう感じだったんで、正直そのペースが爆上がりする Y のカードでくれば非常にもう一気に強い選手、みんなに使われるような選手にはなるんじゃないかと、いう風には思いますね。でベリンガムも当たり前に、楽しみになりますね。絶対ベリンガムはもうほぼ角で来るんちゃうかなという風に思いますね。でそして続いて女子選手に行きたいと思います。まずは1枚目こちらになります。でやっぱりバルサ女子っていうのは非常に女子サッカーの中ではめちゃくちゃ強くって、本当に女子選手が半分以上を占める TOTY になる可能性は十分にあると思いますね。でそれに加えてやはり女子選手としてサムカー、FIFA23 のね表彰を飾った選手にもなりますし、非常にこの人も来ればめちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思いますね。4-4ですけれどもどちらかが5になる可能性もあると、サムカーに関しては。でスミスなんかもねもともと金の能力は高いですし、今作強化カードはね強くなってるので、この人も Y で来るとめちゃくちゃ面白い選手にはなるんじゃないかなと思いますね。あとはレイテンとか、パトリとか、オーバードル、あとバチャですね、バチャとかもともと金でも能力が高い選手っていうのはやっぱりもちろんこうなんか強いのかな、なんか活躍してるんかなっていう風には、思いますね。あとはアイタナはもうなんかほぼ角というかバロンドールもね取ってますので、ほぼ角ちゃうかなっていう風には個人的に思いますね。でそして続いてはこちらになります。こちらの方もですねゴールキーパーはアープとユナイテッドのキーパーということになっていて、あとはアイタナがいたりとか、あとはハンセンがいたりとか、パラルエロ、そして先ほどいなかったブロンズだったりとか、パレデスいますけれども、バルサ女子が非常に多くなっているという風な感じですね。あとはグリーンウッドなんかも予想をされてますし、バチャの代わりにカルモナ、レアル・マドリードの LB という風なことになってますね。一応ロルフォがね LM としてこの方は選ばれてはいるんですけれども、ノミネート選手のところでディフェンダーにねロルフォがいるので、おそらくロルフォなのか、カルモナなのかバチャなのかと、ここの LB 争いっていうのは結構女子選手の TOTY に関しては熱いのかなというふうに思いますね。でバイエルンミュンヘンのスタンウェイ、この人ももともと金の能力は高いですし、結構ね、予想をされている方は多かったかなと思いますね。でこちらも同様にサムカーがいるという風なことになってます。ハンセンはめちゃくちゃ個人的には来てほしいですし、来る可能性十分高いんちゃうかなと思ってますね。でそして続いてはこちらになります。こちらもアイタナだったりとか、サムカーあたりが入っていると、そしてロルフォも一応入ってますね。であとはポップとかで、こちらもアープかな、キーパーユナイテッド、この人がねめちゃくちゃ予想をされてるんですよ。女子選手はねなかなかどれだけ活躍したとかっていうのがあまり自分は分かってはいないんですけれども、このキーパーはねめちゃくちゃね Y に選ばれる可能性は高いかもしれないです。これだけ予想されてるってことは。であとはディアニかな、ディアニだったりとか、あとホーランかな、この CM の選手もいますね。あまりねここら辺は自分は詳しくはないんですけれども、リヨン勢っていうの、バチャもそうですけどリヨン勢も結構熱い可能性はあると思いますね。でオーバードールだったりとか、ブライト、ここら辺も予想を、されてますね。ただ大体やっぱブラウトも、オーバードールももともと能力高いんで、やっぱりそれだけ実力がもともとあるっていう風な選手になりますね。期待してるのはやっぱりディアニですね。こうなってくるとハンセンが外れてるっていうことになるんですけれども、前線は結構どうなんか、ポップがねどれ活躍したかわかんないんですけれども、サムカー、ディアニ、ハンセン、とかだったらすごく面白い3人だなと個人的には思いますね。個人的に女子選手で言うと本当にもうほぼ格なのはアイタナ・ボンマティだったりとか、あとはサムカーだったりとか、キーパーのアープ、ユナイテッドのキーパーのアープになってくるんじゃないかなっていうのは思いますね。でそれに加えてやっぱバルサ女子はね非常に多くなってくると思います。ロルフォとかパレデスとかマピレオンとか、非常に多くなってきて、それプラスやっぱり他のチームディアニだったりとかバチャだったりとか、あとねボランチの選手ってオーバードールだったりとか、そういう風な形になってくるんじゃないかなって思います。バルサ女子が、結構多くを占めていて、それプラス
他のチーム、アープなのか、ディアニ、サムカーとかオーバードル、ここら辺がバチャとか入ってきてっていう風な感じにはなってくるんじゃないかなという風に思いますね。まあという感じでこちらが TOTY の予想選手になります。少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。